こそばがきがメインで、揚げたやつもそうだし、そばがきそのものも食べれるっていうのがすごく魅力的なお店。そばがきのね、粗くひいたやつ、あれはね、他のお蕎麦屋さんで食べたことがない。初めて食べた食感。美味しかった。本当に美味しかった。食べてください。山田さんが思うですね、ここは特別だ、ここは名店だと思うお店をご紹介していただきたいんですけれども。はい。ご近所さんなんですけど、東住吉にあるそばがきグーチョキパーさん。そこはもう名前でもそばがきが美味しいっていう。そこもパワフルな女性が店主ももうパワフルです。めっちゃパワフル。一人でされてて、めっちゃ丁寧に作ってはる。めっちゃ美味しいです。そばがき屋グーチョキパー、その名の通りそばがき専門店のお店です。そばがきっていう食べ物はそば粉を練ってお餅状にした食べ物なんですけど、そば粉のひき方をうちはお好みのひき方で食べていただけるという、それで一応専門店をしてます。でこの子がそば粉をひいてくれる機械なんですけど、ここのダイヤルを1から5まで、1が一番細かくて5番が粗くなるんですけど、それで好きなひき方で食べていただくスタイルです。でこの子は、ヨーロッパのオーストリアの製粉会社さんなんですけど、それの家庭用の一番小さい、製粉機を使ってます。なんかここは全部木製で作られてて、なんか大きい業務用のもなんかすっごい機織り機みたいな、めちゃめちゃかっこいい形で全部作ってはって、でこれは友人のパン屋さんが教えてくれはったんですけど、それでこれを使わせてもらってます。福井県丸岡産のお蕎麦を使ってます。蕎麦粉をひきます。こね鉢とかでするんですけど、本当に私は誰でもできるそば打ちを家にあるボウルで、ちっちゃいボウルでできるっていう感じでやってまして、本当に香りがします。なんかまとまるのが早いというか、そうなんかもう誰でも子供でもできる、すぐできます。で私もともとはそばがき専門でやってて、そばを打つ予定はなかったんで、道具とか全然なくて、ちょっとやってみたいなって思って、綿棒ないわって思ってスーパーに
買いに行ったクッキーを伸ばす棒300円ぐらいなんですけど、これで売ってます。本当道具は一番簡単、打つ場所もないし、こんな狭いとこでやるんかっていう感じですね。でもその分ご家庭でもできそうですよ。本当に誰でもできる。なのでね、夏場は夏休み企画でそば打ち教室っていうか、誰でもできるそば打ち教室とそばがき教室をやってます。で本当に狭いんで、なんかこうやってどけながらこれでまな板を縦にしてこうやって伸ばしたり、なんではありえない打ち方をしてます。普通のお蕎麦屋さんみたいにトン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 ではなく、ザクザクって太いのを切っていきます。でもこの太いのがもうもぐもぐ噛むとそばのうまみと香りが出て本当に美味しいです。デザインっていうのはどうされたんですか？友人の大工さんが作ってくれたんですけど、昔から家具とかを作ってくれてて、これゾウさんの形したもんなんですけど、子供のおもちゃ箱作ってって言ったらこんな面白いの作ってくれたり、ちょっとコーヒーテーブル作ってほしいって言ったらあっちのテーブル作ってくれたりで、いつも作るものが好きで、でもお見せする時にもその人に全面任して、はい、岡さんっていう、はい、酔っ払いのお兄さんなんですけど全部作ってくれて、椅子も照明も全部、はい、作ってくれました。そうそう、お座布団とのれんは私の友人が、作ってくれて、梢ちゃんっていうお友達が今は高知にいるんですけど、のれんもね、これ何代目やろ、2年に1回ぐらい新しいの頼んでお任せで全部作ってもらってて、はい、大好きな作家さん梢ちゃんの作品です。今は福井県丸岡はもう一番オープンの時から使ってるもので、もう一種類違う産地のを使ったりするんですけど、今は沖縄の宮古島で採れたお蕎麦で、鎌田さんっていう宮古島で日本蕎麦をされてて、自家栽培をされてる方なんですけど、ちょっと仲良くさせてもらってて、今送ってもらってます。でいつも冷蔵庫から出して使う分を、この瓶に入れて、はい、準備してます。これそれぞれの特徴としてはどういったところありますか？本当お米と一緒で食べ比べないとわからないぐらいなんですけど、お蕎麦も福井県の方は見た目も沖縄とは違う
分かると思うんですけど、こっちがとても品のあるお嬢様っていう感じの味、こっちは沖縄の大地で育った海の男っていうような、はい、やんちゃな味がします。はい、そんな感じです。お料理によって使い分けられてるんですか？私のその日の気分にも、はい、よるんですけど、そばがきをどちらかで引き方を変えてお出ししてるんで、だいたいこっちのやんちゃな方は粗く引いてお出しすることが多いです。はい。そう、お客様の好みによって選んでいただくという。でもお客さんもほとんど食べたことがない方がいらっしゃるので、もう私のおすすめで出したり、常連さんはもうお好みを聞いてます。はい。大画面すぎへん。すごっ。誰の何とかもういつもこうなんかよいしょ。結構お迎えにも行かれたりするんですか？もうはいめっちゃ行きますね。そうこの辺の憩いの場でみんな仲良しで、大丈夫忘れてないとか思いながら、あ、電話です、はいでいつもちょっとお茶の味見をしながらここでほっと一息をつきます。携帯でご予約の確認したり、はい、この時間ちょっとだけ休憩します。会うというのが一番寂しいと思うんですけど、この周りの方々とのね、触れ合いとかお顔が見れないっていうのが本当になんか全員見守りたいみたいな人たちばっかりやからね、寂しいからモーニング食べに来るわって言って引っ越したら毎月来るわって言ってるんですけど。お蕎麦の勉強をどこでされたかっていうところもお話を伺いたいんですけど。はい、大阪の大正区にあったそば切りボングーさんっていうところでずっとお仕事お手伝いさせてもらってたんですけど、両親とボングーさんがお友達で、私が大学生の時に「ちょっと手伝ってや」って言ってもらったんがきっかけで、まかない食べれるん嬉しいって言って始めたんがもうこのそば会に入るきっかけで、その飲食店で働くのが楽しいなっていうので、その時お付き合いしてた方と結婚することになって、その彼もお料理をずっとされてたんで、ボングのお父ちゃんとお母ちゃんが「料理やってんやったらそばも勉強したら」って言って声かけてくれて、ほんで夫婦でそば屋をじゃあ開こうかっていう夢を持って、旦那さんもそば打ちを始めて、いざじゃあ頑張って店を開こうって言った矢先に彼がちょっと病気が分かって、で子供がちょうど生まれて1歳の時に、スキルス胃がんっていう進行型のがんでオープン目前で亡くなってしまったんですよ。でまあ本当に悲しくってどうしていいかわからなかったんですけど、もう周りの人も家族もね本当にいろんな方に支えていただいて、でボングーさんでもちろんまだずっとお手伝いしてって言ってくれはったんで、ボングーでも働きつつ、なんかもう一度きりの人生やなと思って、もう旦那さんが亡くなって、なんか命ってあっという間なんやと思って、なんかやりたい仕事をやってみようと思って、お花屋さんとカフェで働くっていうのがなんか夢というか、なんか女の子のなんか憧れみたいなんであって、
で3本でずっと働いて、もうがむしゃらに働いて、でボングーさんが大正を辞めて山奥でお店をやろうと思うって言って、で引っ越しするからふーちゃんもそろそろ頑張って一人でお店やったらって言ってくれはって、でまあ長男も3年生になってたんで思い切ってなんかやってみようと思って、でもそばは打たれへん、でもそばに関するお仕事したいって思ったんで、そばがきってそば粉とこう練るんですけど、それはずっとボングーのお父ちゃんの背中を見てちょっとできるかもしれんと思って練習して、でこの店を開いたんですけど、なんでまあずっとボングーさんで、はい、お仕事をさせてもらって今って感じですね。はい結構ボングーさんというとかなりお蕎麦の名店だと思うんですけど、なんかそうですそういうおね。店のイメージって厳しいのかなと思うんですはい、厳しい、もちろんねいっぱい怒られたんですけど、でもなんか全部すごい愛があって、まあ若い時は分からなかったですけど、まあ独立してお店する時に全て愛を持って接したら大丈夫だよってお母ちゃんに言ってもらって、本当この道具一つもう何でも、もうこれでもこれちょっと溶けて変形したけど、なんか全てに愛を持って接したらいいよって教えてもらって、なんかそれを全部してたら全部好きなものを置けて、なんかそれをね一番に教えてもらったかな。厳しさの中に全部愛があったんで、本当にはい感謝してます定山がいつもと違う定山がこれがヘチカンさんのなんかちょっとオリジナルであっさり、こっちだからあっさりです。食べ比べ。お酒はね、実は私一滴も飲めないので、今里にあるヘチカンさんっていうお酒屋さんと、この花区にある坂下さんっていうお酒屋さんにうちに合うお酒をもうセレクトしてもらって、はい置いてます。なので本当にプロにお任せしてるので、全部美味しいお酒が入ってて、で本当にお酒何飲もうって悩んだ人とかには全部試飲してもらって、はいちょっとずつ味見して好きなん飲んでっていうスタイルではいやってます、これと定山とおまけ道の駅とかで美味しそうな酒に合うあてを見つけたらお土産で買ってきて、でお客さんに出したりしますでお昼ご飯につく野菜スープなんですけど、週替わりで、この間ほうれん草をたくさんもらったんでね、ほうれん草とかぼちゃの
スープ煮込みのようなものを出します。細切りは芯まで冷えるのに結構時間がかかるのでちょっと放置して冷たく締めます。玄米に小豆を入れて、お米10合に対して小豆は半合ですね。で炊いていきます。でお米は、奈良の空土さんっていう農業されてはるとこの原農薬のニコマルっていう品種の玄米を送ってもらってまして、お米をいろいろ試したんですけど、この空土さんのニコマルが私が一番好きな炊き上がり、酵素玄米で炊いた時にすごく粒感がしっかりして美味しく炊き上がるので、ここのニコマルさんを使わせてもらってまして、で小豆とお塩は長岡式酵素玄米っていう炊き方でしてるので、そこの北海道産のすごく小さな小粒の小豆と、もう酵素玄米専用のお塩を使ってます。で小豆もいろんな小豆を使ったんですけど、やっぱりこの小粒の小豆で酵素玄米専用の小豆が一番美味しくできるので、いろいろ試した結果ニコマルと北海道産小豆になりました。お水を中に1合半張って、で内釜を入れていきます。心の中で美味しくなれと唱えてますお願いします。で酵素玄米が今火を止めて、ここから1時間蒸らして炊き上がったら、こっちの大きい保温器に移して熟成させていきます。さんでも酵素玄米だったんですか？お昼のメニューではなかったんですけど、夜のねコースの時に生地鍋のコースをしてたんですね。その後に最後雑炊でお出ししたりしてて、ちょっと特別メニューで、まかないでいつも酵素玄米とお蕎麦で食べさせてもらってて、はい。じゃあ、ボングーさんから引き継いだ、レシピといいますか、メニューは酵素玄米の他にも何かあるんですか？もちろんそばがきも。もちろんそばがきもですし、あと太いお蕎麦はボングのお父ちゃんの見てやっぱ大好きなので、あれは作らせてもらってます。はい、酵素玄米が炊き上がって1時間蒸らして、はい、炊き上がりがこれです。で熟成してるの端っこに寄せて炊き上がりを横に入れていきます。すごい炊きたてとやっぱり全然色が違う。そう、全然違います。
その今熟成しているので何日目ぐらいですか？これは10日です。なのでうちは酵素玄米が何日毎日味が違うので同じものが出せないお店です。もう何日目ぐらいが食べ頃っていうのはもう好みの問題です。もう好みの問題。もうこの炊きたてもめちゃめちゃ私は好きで、もうもっちもちしてて、けどその長岡式酵素玄米の、基本の食べ方は3日間寝かせてこの小豆の酵素を出してから食べるっていうのが基本の教えであるんですけど、私はもう炊きたても美味しいし1日目も2日目も美味しいので食べてますし、お客さんにも出してます。でこう2種類ある時は半々に入れて食べ比べでお出ししてます。当てそばからまずどうぞ。お漬物と美味しそうなとこばっかりですよね。まず1番です。遅くなってすいません。こちらがね、細かい方のそばがきです。こちらもね、福井県丸岡のお蕎麦です。で、初めトロトロですけど、だんだん固まってきます。で、冷たくなって固まるとね、プルンってした食感になるんで、熱いうちから冷めるまでゆっくり食べてください。全然。で、もし甘いのお好きやったら黒蜜ときな粉をお出しするんで、最後デザートで食べれるんで、わらび餅みたいになるんで、ちょっとデザート分残しといてくださいね。いやでも内野さんはでもたまにこっちを何番でやってとかね、前逆でやったよね。覚えてる？お酒そうやけどやっぱりちょっと沖縄のが荒々しいイメージやから、もう荒々でいこうみたいなんでお出ししてるんですけど、同じのじっくり探した方がいいって言われたんで、5とはい色でね、沖縄がね濃い、こちらで以上になります。お待たせしました。レンコンとごぼうとおまけで長芋、お塩で食べます。よいしょ。これが長芋ね。オープンの時に先輩のそば切りスタヤさんからお祝いでいただいた包丁を大切に使ってます。
名前を入れてもらって、ちょっとシャシャシャって研いでから鴨を切ってます。お肉を切られる前って毎回研がれるんですか？そうです。本当シャシャシャです。鴨のお肉は津村さんの鴨でもも肉を使わせてもらってます。河内鴨の河内鴨津村さん、甘くて美味しいので、なんかもう油だけで十分いけるなって感じで、うちのその鴨汁はなんかお肉を食べるっていうよりもう鴨の油とお肉のお出汁で食べていただく、なんか旨味を味わっていただきたいので、なんかお肉はこう分厚くてとかじゃなくて、出汁とお肉と油っていうバランスで少し薄切りにしてます。仕込みとか掃除は今長男が手伝ってくれてて、今日はいないですけど、全部これも私が切って全部一人前ずつくるんでくれるのは今長男の仕事です。はい。うちの鴨汁のベースのだしなんですけど、かつおを使わずにしいたけと羅臼昆布の水だしで、はい、作ってます。で1日半から2日ぐらい水出しして、でそこに金岩さん、和歌山の有田にあるこのお醤油と、こちらの福来順白鸚酒造さんのこちらがベースでお出汁を作ってます。で、結構試行錯誤されたんですか？そうですね。お醤油はちょっと関西のお醤油を使いたいなと思って、10社のお醤油をこう並べて、で料理人のお友達と、私がそばがき作って、それをこう食べて、どのお醤油が一番合うかなって言って2人でせーので指をさしたら、こちらのお醤油がもう2人とも一致したっていうので、金岩さんのそばがきにつけて食べるのはこの古式醤油で、鴨汁はこちらの天然のお醤油とみりんで作ってます。これが水出ししたこのベースのお出汁に、みりんと醤油を合わせてから1週間寝かして使います。そしたらすっごくまろやかになって、はい、醤油の角も取れて、なのでね、お出汁すぐ使うんじゃなくて、うちは寝かせてから使うスタイルですが美味しいんです。はいお客さんでそばがき家で作りたいって言って、やっぱりその引き立ての方が美味しいのができるから、
コーヒー豆ひくなんていうのミルもうそば専用にしてやってはる人いますよ。でこの抜き身丸抜きっていうんやけど、そのそば殻取った状態の実が、普通に楽天とかで売ってるんですよ、北海道産長野産とかなんで、それさえね手に入ればウィーンって引いてチャチャチャっと。そうだってなんか小山さんが何回来てくれてはるの？去年来たんですよ。なんか何回も来てくれてるイメージ。2回目です。2回。粗いのと揚げそばがきちょっとします。違うでしょ全然。よいしょ。はい、クジラ並みで。じゃあそれで。はい。かしこまりました。揚げそばが。小松の日に夏で頼んだんですよ。グーチョキパーじゃなくなるからさ、どうしようかなと思って。グーチョキパーでする？どうしよう。だってどうすんの？次じゃんけんほいでもないし。じゃんけんほいにする。あいこでしょにする。細はなくって太いのだけ。すんません。自分が伸ばしたい。よう言うわな。僕ら2人があかんねん。そう。お役に入れてください。おろしそば。一人前。めっちゃ広いね。なんかフェイスブックかなんかで見た玉の盛り合わせが来ます。豆腐の味噌漬けと醤油豆。もう全部つけるだけで美味しくしてくれるやつをしてます。どこかで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。またお待ちしてます。ありがとうございます。美味しかった。お気をつけて。そばがきが食べれる店ってあんまりないじゃないですか。おそば食べれるところにそばがきがあるっていうのはありますけど、ここそばがきがメインで、おそばよりもそばがきをいろんな形で揚げたやつもそうだし、そばがきそのものも食べれるっていうのがすごく魅力的なお店です。はい。本当にないですよね。そばがき専門店でね。聞いたことないです。空気感もいいじゃないですか。そうなんや。ここのお店ゆっのね。くりできるし、でもう僕ら言うたらお昼から飲めるってある意味贅沢じゃないですか。でこの空気感がほわんとした空気感でゆっくり飲めるのが
また多分彼女のキャラクターがね多分みんな好きやから来はるのもあるとそう思いま。ですすね。はい、おっしゃる通りだと思います。この近所にそば仙人っていうお蕎麦の店あるんですけど、そこでも働いてたことがあるんですけど、でもそこでもそばがき食べてたんですけどね、ここのそばがきはもう最高です。他のところのそばがきとは全然違うっていうので、もう初めて来た時からちょっともう初めて来た頃はね週1来てましたからね。まあ仕事があるのね土曜日しか、でもだからちょっと夜やってほしいなとは言ってたんですけどね、無理ですもんね、お子様小さいからね。だからそれがちょっと残念ですけど、ね、また一転されるかもしれないっていうね。そうなんですよ。私近所なんで、はい、なんか来やすかったんですけど、遠く行ったらねなかなか行けないかもしれないので、ちょっとそれはねちょっと残念なんですけど、そうです。はい、でも一時復活しないような言い方をされてたんで、それがもうちゃんと復活できるっていうのを聞いたら、もう次は楽しみですね、どんな風に復活されるのか、はい、それは思います、ほんまになんかそばがき専門店って聞いたから、もう完全に男性がやってるって、あんまり見ないで来たんでね、女性が一人でやってるっていうのはちょっとびっくりしまして、でそれもそうやし、なんでそばがきなんかっていう話も、彼女に聞いてもらっていいんですけど、それも面白かったんで、はい、なのでその辺でも楽しい人だなってすごい思います、結構長いお付き合いなんですか？もう何年前？いや、25年ぐらい前。もっとちゃう約30 ？30年ぐらい前やね。30年ぐらい前にボングーで、ずっとお仕事アルバイトをしてて、でその頃からめっちゃ可愛くてテキパキしてて、このぐらいやったらやろでお店を開いたっていうのをして10年ほんでやっと来れたと思ったら、もう終わる、あまりにちょっとショックというか、反対に来れた最後の最後にっていうのが嬉しくて、本当に美味しい、マジで全てに優しい味、特にやっぱり以前店主さんが修行されてたボングーさんのお味っていうのはやっぱり一番知っていらっしゃる方だと思うんですけど、やっぱりそこを比べるわけじゃないですけど、やっぱりしっかり美味しい味もう絶対そのラインは潰してない、ボングーの美味しいそばのラインは崩してなくてそばがきを作ってる、それは絶対思います、それとお酒は飲まないのにいいお酒を、美味しいお酒をちゃんと置いてるのはある。ボングーもそうだけど、ボングーもお酒飲まないけど、多分いろんな情報を得て美味しいお酒を置いてると思う、ねでも全てが美味しい、私は美味しいと思います、特にこれっていうのはなかったですかね、今日。そばがきのね、沖縄のやつ、粗くひいたやつ、あれはね他のお蕎麦屋さんで食べたことがないぐらい食感が違うし、初めてのそばがきの粒が粗いくっていうのは、いろんなお蕎麦屋さん行ってるけども初めて食べた食感、美味しかった、本当に美味しかった、食べてくださいじゃあ、キラさんが思うですね、はい、ここは特別だと、ここは名店だと思うお店をご紹介していただきたいんですけれども。はい、3軒あるんですけど、1軒目は寺田町にある左巻きという立ち飲み屋なんですけど、もうそこはアジア料理っていうかスパイスを使ったお料理、カレーとかでもなんか和食もあったりで、女店主が一人で
切り盛りしてるんですけど、もう私は子供と旦那さんとよく行くんですけどね、駄菓子も売ってるんで、最強のファミレス使いをうちの家族はさせてもらってます。で2軒目が四天王寺、夕日が丘の駅からちょっと行ったとこにあるスルさんっていう、そちらも女性店主で、フレンチがベースなんですけど、なんかお刺身があったり、なんせまあお酒ワインはもう素晴らしいラインナップで、はい、そこもとてもおすすめで、もう一軒が、そこは男性の店主の方なんですけど、南田辺にある普段さん、もうそこのお料理はこれとこれが組み合わさったらこんな味になるんかっていう組み合わせがすごい面白い料理、独特の創作料理のお店で、ほんとゆったりとした時間が流れるお店で、日本酒ももちろんラインナップすごいし、はい、美味しい、ゆっくり楽しいお店です。ぜひ、はい、ここ借りてる物件で老朽化でもう大家さんがそろそろご退去願いますということで、今年の秋か今年いっぱいぐらいで営業終わって、まあ引っ越さないとダメになったんですけど、はい、なのでここでの営業は終わります。で、次またどこかで営業したいと思いますので、その時はよろしくお願いします。どこになりそうとかいう候補はあるんですか？どこになりますかね。まあ住居が大阪の北区に決まったので、まあそのエリアで、はい、探せたらいいかなという感じです。またその時はぜひ取材させてください。はい、またぜひお願いします。そうで、ここがキラの地元で、前の旦那さんのね、隣がキラが通ってた園長先生のおじいちゃんというか、もう元園長先生のところやって、お隣がだからもういつも園長先生とかも「あ、ここ来たん」みたいなんで、もうみんなにだからここ導いてくれた感じキラが。うん